新アッシリア帝国、恐怖で世界を支配した最初の軍事帝国、序章、アケメネス朝ペルシア帝国が世界帝国の原型を作った国家だとするなら、その前に古代オリエントを恐怖で震え上がらせた帝国がありました。新アッシリア帝国です。ペルシアが征服した民族や宗教をある程度残しながら支配した帝国だとするなら、アッシリアはもっと直接的でもっと冷酷でした。反乱する都市は焼く、敵の王は見せしめにする、捕虜は連れ去る、住民は遠く離れた土地へ移す。そしてその勝利と処罰を石碑や宮殿の壁に刻み、周辺諸国へ見せつける。だがアッシリアをただの残虐な国として片付けると、この帝国の本質は見えません。アッシリアの恐怖は怒りに任せた暴力ではありませんでした。それは支配の技術でした。広すぎる領土をどう従わせるのか、反乱をどう防ぐのか、王の命令をどう遠くまで届かせるのか、敵に逆らえば終わるとどう思わせるのか。新アッシリア帝国はこの問いに対して鉄と工場兵器、常備軍、強制移住、そして恐怖によって答えました。それは古代世界に現れた最初期の本格的な軍事帝国でした。新アッシリア帝国は一般に紀元前912年から紀元前612年まで続いたとされ、最盛期にはメソポタミア、レバント、エジプト、アナトリア方面にまで勢力を広げた巨大国家でした。第一章、アッシリアはなぜ強かったのか。アッシリアの強さは単に兵士が勇敢だったからではありません。彼らは戦争を国家の仕組みにしました。古代の王たちはしばしば戦争を王の栄光や神への奉仕として語りました。しかしアッシリアにとって戦争はそれ以上のものでした。戦争は税を取るための手段でした。属国を従わせるための手段でした。交易路を抑えるための手段でした。反乱を防ぐための手段でした。そして王の威信を世界へ示すための舞台でした。アッシリア軍は古代世界の中でも非常に組織化された軍隊でした。歩兵、騎兵、戦車、騎兵、工兵、工場兵器、それぞれの役割があり、都市を攻めるための技術も発達していました。敵の城壁を前にただ突撃するだけではない。工場塔を近づける。波状土で壁を打つ。騎兵が防御側を牽制する。工兵が壁の下を掘る。周囲の村や畑を荒らし、都市の補給を断つ。アッシリアの戦争は恐怖と技術が組み合わさったものでした。ここに古代軍事史における大きな転換があります。戦いは単なる勇気や偶然ではなくなっていく。兵器、補給、道路、情報、心理、処罰、それらを組み合わせ国家全体で戦争を行う。アッシリアは戦争を職人令ではなく国家事業にしたのです。だからこそ彼らの軍隊は恐れられました。王が出陣する、軍が進む、都市が包囲される、壁が崩される、生き残った者は連れ去られる。周辺の小国にとってアッシリア軍が近づくということは単なる敗北ではありません。自分たちの町、神殿、王家、家族、生活そのものが消えるかもしれないという恐怖でした。第2章、恐怖の演出。なぜアッシリアは残酷さを見せつけたのか。アッシリアの王たちは自分たちの残酷さを隠しませんでした。むしろ見せました。敵を倒した。反乱を鎮圧した。城壁を破った。捕虜を連れ去った。王を屈服させた。そうした場面を王宮の壁面レリーフや碑文に刻みました。なぜそこまで見せつける必要があったのでしょうか。それは次の戦争を減らすためです。アッシリアに逆らえばこうなる。反乱すればこうなる。王の命令を拒めば都市は失われ、民は連れ去られる。このメッセージを帝国の内外へ送り続ける。それがアッシリアの恐怖政治でした。ここで大事なのはアッシリアの恐怖が無秩序な暴力ではなかったことです。怒りに任せて壊すのではない。支配を安定させるために恐怖を設計する。戦う前から心を折る。属国が反乱を考える前に結果を想像させる。つまりアッシリアの残酷さは政治的な広告でもありました。現代風に言えばこれは国家による恐怖の広報です。恐怖を刻む、恐怖を運ぶ、恐怖を見せる、恐怖を記憶させる。だからこそアッシリア帝国は周辺諸国から深く恐れられました。しかし同時にその恐怖は憎しみも生みます。力で従わせることはできる。だが人々の心から恨みを消すことはできない。アッシリアはこの矛盾を抱えながら巨大化していくことになります。第3章、強制移住。人を動かして帝国を作る。
新アッシリア帝国を語る上で強制移住は避けられません。アッシリアは征服した地域の人々を別の土地へ移しました。反乱を起こしやすい集団を故郷から切り離す。熟練した職人や労働力を必要な都市へ送る。荒れた土地を再開発する。国境地帯に忠実な住民を配置する。反抗的な地域の社会構造を壊す。これは単なる罰ではありませんでした。帝国の人口政策でした。ペンシルベニア大学のオーラックもアッシリアの再定住政策について既存の共同体を残すものと移すものに分け、国家の必要に応じて人々を動かした政策として説明しています。この強制移住は非常に冷たい政策です。人々にとっては故郷を奪われることを意味します。言葉の違う土地へ送られ、別の社会に組み込まれる。祖先の墓も、神殿も、畑も、家も失う。しかし、アッシリア国家の視点では、これは帝国を維持するための合理的な手段でした。反乱の中心となる人々を分散させる。必要な土地に労働力を送る。征服地を空白にせず、帝国に組み込む。人間を資源として再配置する。ここに、新アッシリア帝国の恐ろしさがあります。彼らは国境を動かしただけではありません。人々の人生そのものを動かしました。ペルシア帝国は征服した民族をある程度その場に残しながら支配しました。一方、アッシリアは人を移すことで支配を作りました。土地だけではない、人間も帝国の材料だったのです。第4章、ティグラトピレセル3世帝国を再編した王、新アッシリア帝国を語る上で重要な王がいます。ティグラトピレセル3世です。彼は紀元前8世紀、アッシリアを再び強大な拡張帝国へ押し上げた王でした。ブリタニカはティグラトピレセル3世を紀元前745年から727年に在位した王とし、アッシリア拡大の最後で最大の段階を開始した人物と説明しています。彼の重要性は単に領土を広げたことだけではありません。アッシリアの支配をより中央集権的でより反乱の起こりにくいものへ作り変えたことです。大きすぎる地方勢力は危険です。地方総督が強くなりすぎれば王から独立しようとする。属国の王に任せすぎれば裏切る可能性がある。そこでティグラトピレセル3世は支配地をより細かく管理し、王権による直接支配を強めていきました。ブリタニカの要約でも、彼が大きな属州を細分化し、役人を直接王へ報告させ、数万人規模の住民移住を行ったことが説明されています。ここにアッシリアの本質が見えます。ただ攻めるだけではない。攻めた後、支配しやすい形に作り変える。属国を属州へ変える。現地王の力を削る。役人を王に結びつける。住民を移す。軍を常に動かせるようにする。これは暴力を支える行政です。ティグラトピレセル3世の時代、アッシリアは単なる戦争国家ではなく、戦争と行政が結びついた帝国へと変わっていきました。ダレーオス1世がペルシア帝国を制度で動かした王なら、ティグラトピレセル3世はアッシリア帝国を軍事行政国家へ再編した王だったと言えます。第5章、センナケリブとニネベ巨大都市に集められた帝国の富、アッシリアの意向を象徴する都市、それがニネベです。特にセンナケリブの時代、ニネベは巨大な王都として整備されました。城壁、宮殿、運河、庭園、王の戦勝を刻んだレリーフ、そこには帝国の富と技術と人間が集められていました。遠征によって得た財宝、属国からの貢ぎ物、連れてこられた職人たち、各地の木材や石材、灌漑の技術、王の威信を示す建築。アッシリア王は戦場で勝利するだけではありませんでした。その勝利を王都に目に見える形で残しました。宮殿の壁には甲状腺や征服の場面が刻まれました。それは単なる装飾ではありません。王の力を語る映像記録でした。訪れた死者はそれを見る。属国の代表はそれを見る。反乱を考える者もそれを見る。王はこれほど強い。王はこれほど遠くまで軍を送る。王に逆らった者はこうなる。ニネベは政治の舞台であり、恐怖の劇場でもありました。アッシリアは戦場で敵を倒し、王都でその勝利を記録に変えました。恐怖を一度の出来事で終わらせず、石に刻み、宮殿に残し、帝国の空気そのものにしたのです。第6章、アッシュールバニパル、地の王、そして最後の輝き。
アッシリアというと、どうしても残虐な軍事帝国という印象が強くなります。しかし、その姿だけで見ると、また本質を見誤ります。新アッシリア帝国の最後の輝きとして知られる王が、アッシュールバニパルです。彼は軍事王であると同時に知識を集めた王でもありました。ニネベの王宮跡からは膨大な数の粘土板が発見されています。大英博物館はアッシュールバニパルの図書館についてニネベの遺跡から設計文字で書かれた3万点以上の粘土板が発見されたと説明しています。そこには神話、占い、医学、天文、行政文書、文学など様々な知識が含まれていました。有名なギルガメシュ女子詩の写本もこの文脈で知られています。ここで見えてくるのはアッシリアのもう一つの顔です。一方では反乱都市を焼く軍事帝国、もう一方では知識を集め記録し王の権威に結びつける文化国家アッシュールバニパルにとって知識は飾りではありませんでした。未来を読む、真意を知る、病を理解する、星を観察する、過去の王や神話を記録する、行政を管理する。知識は支配の一部でした。軍事力で人々を従わせる、恐怖で反乱を抑える、そして知識で世界を理解し王の判断を支える。新アッシリア帝国は単なる暴力の国家ではありません。暴力、制度、建築、記録、知識、それらをまとめて王権に奉仕させた帝国でした。だがこの最後の輝きの後、アッシリアは急速に崩れていきます。第7章、なぜアッシリアは滅びたのか。アッシリアは強すぎました。そして恐れられすぎました。その支配は確かに多くの国を従わせました。しかし同時に多くの恨みを積み上げていきました。反乱を潰すたびに恐怖は広がる。都市を焼くたびに服従は生まれる。人々を移すたびに帝国は再編される。しかしその裏側で憎しみもまた蓄積していきました。強い王がいる間は帝国は動きます。軍は進み、役人は従い、属国は頭を下げる。だが王が弱くなったらどうなるのか、中心が揺らいだらどうなるのか、各地に積もった恨みが同時に吹き出したらどうなるのか。アッシュールバニパルの死後、アッシリアは内紛と反乱に苦しみます。そしてかつてアッシリアに苦しめられた勢力が動き出します。バビロニア、メディア、そして周辺の諸勢力。彼らはアッシリアの心臓部へ向かいました。紀元前612年、ニネベは陥落します。ブリタニカは紀元前612年にバビロニアが同盟勢力を率いてアッシリアの首都ニネベを攻撃したと説明しています。またイラン百科事典も紀元前612年にメディアとバビロニアの連合軍が3ヶ月の包囲の後ニネベを占領したと説明しています。この瞬間、古代オリエントを震え上がらせた軍事帝国は崩れました。恐怖で築いた帝国は最後に恐怖を受けてきた者たちの包囲によって滅びた。これは歴史の皮肉です。アッシリアの軍事力はあまりにも強かった。支配はあまりにも過酷だった。だからこそ多くの敵を生んだ。そして中心が弱まった時、その敵たちが一斉に襲いかかった。アッシリアは外から突然現れた怪物に倒されたのではありません。自らの支配が生んだ憎しみによって包囲されたのです。終章、恐怖の帝国が残したもの。新アッシリア帝国は滅びました。ニネベは落ち、王都は焼かれ、アッシリアの支配は終わりました。しかしその遺産は消えませんでした。広域支配、属州制度、常備軍、工場技術、道路と補給、情報管理、強制移住、王都の巨大建築、勝利を見せる宣伝。これらは後の帝国にも引き継がれていきます。アケメネス朝ペルシアはアッシリアほど恐怖だけに頼る帝国ではありませんでした。しかし広大な領土をどう支配するかという問いにおいてアッシリアの経験を避けて通ることはできません。アッシリアは古代世界にこう問いかけました。広すぎる土地をどう従わせるのか、異なる都市や民族をどう王の命令に服させるのか、反乱をどう防ぐのか、恐怖は国家をどこまで強くできるのか、そして恐怖で作った秩序はどこまで長く続くのか。その答えは栄光と崩壊の両方にありました。新アッシリア帝国は古代オリエントを統一に近づけた巨大国家でした。軍事と行政を結びつけ、恐怖を支配の仕組みに変えた帝国でした。そして同時に恐怖だけでは帝国を永遠に保てないことを示した国家でもありました。ペルシアより前に
世界を震え上がらせた帝国、鉄と工場兵器と強制移住によって古代オリエントを従わせた帝国、そして憎しみを集めすぎたことで最後には包囲され焼かれ歴史の舞台から消えていった帝国、新アッシリア帝国。それは恐怖で世界を支配した最初の軍事帝国であり、後の巨大国家たちに支配の力とその代償を刻みつけた帝国だったのです。チャンネル登録、高評価お願いします。